顔を描いてくれと強要してきた猫はこの猫で間違いありませんか？この怪しい猫で間違いありません。こんにちは、メイです。今回はつもりに登場しなかった公式のキャラたちをハピバラで呼び出して警察署を作りました。取調室、資料室などを詰め込んだので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今回のテーマは復活するならちょっとリアルに警察署です。昔の交番時代よりも近代的にしていきます。今後ろで流れているのが昔の交番です。犬のおまわりさんが村の治安を維持しているようですが、めちゃくちゃ平和なので、あつ森で存在意義が問われてしまったかもしれないですね。公共事業なので呼び出したいなぁと何度思ったことか。それではお部屋の概要です。部屋の大きさは最大。窓はなしでエントランスは右から2番目。ライトは白で最大の明るさ。環境音はなしです。都会とかでもいいかもしれませんね。壁紙と床の詳細です。近代っぽくコンクリートにし、窓から見える壁は都会の中にあるようにしています。フェンスがあるだけでも閉塞感が出ていいですね。まずは事務作業などをする場所を作っていきます。一番奥はちょっと偉い人の座る場所を作ります。階級は知りませんが、このフラを管理する責任者ですね。警察署の詳しい部屋はドラマでしか見たことがないので、ドラマに出てきそうだなというお部屋になります。あとはコナンですね。大体の警察の知識はコナンから来ています。ちょっと階級が上がると机の質も上がります。めちゃくちゃ偉い人は別室ですよね。なのでちょっと偉い人用です。今時珍しい黒電話ですしね。業務にパソコンは欠かせないですね。ドラマやアニメとかだとパソコンすら置いてないとかザラですけどね。ちょっと偉い人の前にたくさんの事務机を置いていきます。机の上はたくさん物を置いてあるようにしたいので、一番散らかった見た目のものを採用しています。椅子はあえてグレーではなく黒にしてちょっとだけ色を引き締めます。机の上を散らかしていきます。右上は調べ物担当。右下はいろんなものの許可担当。戸田家の路上ライブの許可を主に出す仕事です。左上は電話担当。あまりやりたくない担当ですね。左下は窓口担当。来訪者の相手をします。大変なお仕事です。柱を並べて壁を作ります。捜査資料など市民からも見える位置にあるので、いろんな面で緩すぎるようです。それが動物の森警察署のいいところとしておきます。市民が簡単に内部に入れないようにカウンターを置いていきます。これで左側ができたので、右奥に資料室を作ります。捜査資料や過去の事件などをまとめてある場所ですね。この資料室は警察官なら誰でも入れるわけではなく、ちょっと偉い人の許可がいります。ドラマとかだと同じフロアにあるわけではなく、別室や地下室などにあるイメージです。重要すぎる事件は所長の金庫室にあるようなドラマが多いような気がします。コンクリートの柱をたくさん立てて資料室を区切ります。ドラマの流れだと重要な捜査資料はここの資料室から消え、所長の鍵付きの引き出しのさらに隠し引き出しの中にある。そんな展開があったりすると、やっぱりとなって楽しいですよね。みんな疑わしく見えるドラマはワクワクしますね。資料室の下は取調室です。事情聴取をするためになるべく狭い部屋で何もない空間にします。扉をつけると犯人の顔の確認ができなくなるので、シンプルなローパネルで扉の下部分だけをつけます。これで床に置く部分が完成しました。
柱の壁に阻まれていて狭く感じますね。横から見るとこんな感じのレイアウトになっています。壁にブラインドをつけていきます。一番上の空部分を隠して窓にフェンスがついているように見せていきます。資料室の方は資料に光を当てないためにブラインドは下までしっかりとつけていきます。そもそも窓がいらない部屋ですね。取調室には多少の窓をつけて犯人に希望を持たせます。外が少し見える方が外に出たい欲が出てきますからね。日の光を浴びるのは大切です。画数節約のために少なめにつけていきます。光がガンガン入ってきてプロジェクターが見えづらそうですね。オフィスっぽさも出るように蛍光灯をつけていきます。間違ってもおしゃれな照明はつけません。市民からの苦情が来そうですからね。吊り下げサインを使ってドアを半分にしたところの上に壁を作ります。これで完成です。久しぶりにおまわりさん A に会うとこんな風だったのかなと懐かしくなりました。最後におまけで交番の裏話をつけたので、ご興味がある方はぜひご覧ください。また交番復活してくれないかなと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。うん。